こんにちは。ゼロから宅建士第33回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回まで法令上の制限を学びました。今回から第4部の税、その他に入ります。第33回のテーマは不動産取得税と固定資産税です。不動産にかかる2つの税金を学びます。一緒にじっくり進めていきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく2つです。1つ目は、不動産取得税です。不動産を手に入れた時の税金です。誰が課税し、いくらかかるかを学びます。2つ目は、固定資産税です。不動産を持ち続ける間の税金です。住宅用地の特例が特に重要です。最後に、2つの税を比べて整理します。税は暗記が中心なので繰り返しが大切です。最初に税金の位置づけを整理します。不動産にはいろいろな場面で税金がかかります。手に入れた時にかかるのが取得税です。不動産取得税は都道府県が課します。持っている間、毎年かかるのが固定資産税です。固定資産税は市町村が課します。課税する人が違う点に注意しましょう。取得税は取得の時一度きりの税金です。固定資産税は毎年かかる税金です。どちらも税額の基礎は同じです。固定資産税評価額を元に計算します。税金の全体像をつかんでおきましょう。では、不動産取得税から見ていきます。取得とは所有権を手に入れることを言います。登記をしていなくても取得にあたります。課税するのは不動産がある都道府県です。取得の場面は幅広く含まれます。売買や交換、贈与で手に入れた時です。家を新築したり増改築した時もです。一方で相続による取得は非課税です。相続は通常の取引ではないからです。ここはよく問われるポイントです。税率は本の具で 4% です。次に税額の計算です。課税標準は固定資産税評価額です。実際の売買価格ではない点に注意します。評価額は時価のおよそ7割が目安です。宅地には課税標準の特例があります。課税標準が評価額の2分の1になります。税率にも軽減の特例があります。土地と住宅は 3% に下がります。新築住宅には控除もあります。評価額から1200万円を差し引けます。認定長期有料住宅なら1300万円の控除です。宅地の特例と税率の特例は別物です。これらの特例には期限がある点に注意します。続いて、免税点です。課税標準が一定額に満たない場合です。少額なので課税しないという仕組みです。土地は10万円未満で課税されません。払は2つに分かれます。新築や増改築の釜は23万円未満です。売買などで得たからは12万円未満です。10、23、12と覚えましょう。数字の入れ替えに注意が必要です。免税点はしっかり押さえておきましょう。ここからは固定資産税です。課税するのは市町村です。東京23区だけは東京都が課税します。大切なのは誰が納めるかです。納税義務者は1月1日の所有者です。この1月1日を端境日と言います。登記簿ではなく課税台帳で判断します。都市の途中で売ってもその年は元の所有者です。課税標準は固定資産税評価額です。評価額は3年ごとに見直されます。この見直しを評価替えと言います。次に税率と免税点です。標準税率は
1.4% です。標準なので市町村が変えることもできます。免税店も確認しましょう。土地は30万円未満で課税されません。ケアは20万円未満で課税されません。償却資産は150万円未満です。30、20、150と覚えましょう。取得税の免税店とは別の数字です。数字を混同しないようにしましょう。固定資産税で最重要の特例です。住宅用地には大きな軽減があります。人が住む土地の負担を軽くする趣旨です。面積で2つに分かれます。まず200平方メートル以下の部分です。ここは小規模住宅用地と言います。課税標準が6分の1になります。次に200平方メートルを超える部分です。こちらは3分の1になります。住宅が建っていることが適用の条件です。6分の1と3分の1を区別しましょう。新築住宅には税額の減額もあります。一定の期間、税額が安くなります。対象は120平方メートルまでの部分です。その部分の税額が2分の1になります。減額される期間は2つあります。一般の新築住宅は3年間です。3階建て以上の耐火建築物は5年間です。床面積はおおむね50から280平方メートルです。床面積などの要件もあります。この減額にも適用の期限があります。ここで2つの税を比べます。混同しやすいので整理が大切です。まず課税する人です。取得税は都道府県、固定資産税は市町村です。次に税率です。取得税は 4% が本の具です。固定資産税は 1.4% が標準です。課税標準はどちらも同じです。固定資産税評価額を元にします。取得税は取得の時だけ課されます。固定資産税は毎年課されます。主体と税率の組み合わせに注意しましょう。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は取得税は市町村が課税するです。B は固定資産税は1月1日の所有者が納めるです。C は相続にも取得税がかかるです。少し考えてみてください。正解は B です。固定資産税は1月1日の所有者が納めます。A は誤りです。取得税を課すのは都道府県でした。C も誤りです。相続による取得は非課税でした。今日のまとめです。不動産取得税と固定資産税を学びました。課税する人が違いました。課税主体の違いが最大のポイントです。取得税は都道府県が課します。固定資産税は市町村が課します。課税標準はどちらも評価額でした。固定資産税評価額を元にします。住宅用地の特例も重要でした。6分の1と3分の1を思い出しましょう。免税店や税率も区別しておきましょう。お疲れ様でした。今日は2つの不動産の税金を学びました。課税主体と特例をしっかり整理しましょう。次回も税金の続きです。第34回は印紙税と登録免許税、贈与税です。課税される文書の判定などを学びます。税は得点源にしやすい分野です。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。